はい、ワールズエンドクラブでディレクターを務めましたトゥーキョーゲームズの中澤と申します。よろしくお願いします。そうですね、まず一番すぐに思いつくのがなんだろう、ゲームという体験の延長線上にストーリーを楽しめるっていうなんていうかね、ゲームになってるってところだと思ってて、ただそのお話を楽しむだけじゃなくて、そのゲームとしてユーザー自身がなんていうんですかね、操作したり、いろんな困難を乗り越えたり、謎を解いたりっていう、その過程の中にごく自然な形にドラマチックな、いろんなドラマが残っていると。要するに自分自身、プレイヤー自身が体験しているような形でストーリーが楽しめるっていうのが、このワールズエンドクラブの、一番の面白いところかなと思ってますね。はい。そうですね、そこ実は最初すごく試行錯誤があって、どの程度その、なんていうんですかね、今までは本当にお話を読み進めるっていうゲーム中心だったので、まずはそのドラマチックさとかお話のなんていうんですか、ストーリーテイリングの部分にすごい意識を向けてたんですけども、そのゲームの要素が入ってくることによってどのぐらいそのお話が邪魔になるかなっていうのが全然最初分からなくて、もうそれこそ言ってしまうと、最初シナリオを書いたものって結構何回も書き直しがあったりとか、実際ゲーム組んでからもう一回シナリオ書き直したりとかもあったりして、その辺の結構そのなんていうんですかね、感覚っていうのはやってみていろいろ分かってきましたね。最初はなるべく語らない方がいいんじゃないかってことで、必要最低限の説明だけでお話進めていったら、ものすごく淡白でいまいちキャラクターが乗ってこないし、かといってどんどん説明するとくどくてっていうのが分かんなくて、本当に最初は結構書き直したり、書いたものを削ったり、逆に書いてゲーム組んでみたら説明不足だったので後で足したりっていう、そういうなんていうんですか、いろんな試行錯誤しながら作ってたっていう感じでしたね。はい。長く喋ってしまうとゲームの邪魔になるし、かといってある程度ユーザーをなんていうんですかね、ゲームこういう風に進んでほしいなとか、ヒントとかもなるべく自然な形に出せるようにやるには、最低限このぐらいはやらなきゃなっていうところのさじ加減が割とやってみないとわからないところがありましたね。はい。そうですね。だいたい2つぐらいのことをずっと気をつけてたんですけども、一つが、今回の作品っていうのは小高和孝っていう人間が、クリエイティブディレクターとして全体の総監修していたので、彼の思想というかやりたいっていうことが何なのかなっていうのはまず1個考えて、そこになるべく近づけたりとか、そこを汲み取るってことが1点あったのと、あともう1点が、そのなんていうんですかね、今回のこのゲームの一番ターゲットにするユーザーさんにとって一番何がベストかなっていうバランスをすごい考えてて、どういうことかっていうと、まずこのゲームやりたい人たちっていうより、我々が作ったゲームやりたい人たちってまずお話が楽しみたいと思うんですね。謎があったりとかドラマチックなお話が見たいっていうのがまず第一にあると思うんですけど、今回のゲームはさらに加えて、さっき言ったようにゲーム要素というかゲームとしての体験が加わるものなので、そのゲームの体験の中でお話を楽しむっていうものを求めているユーザーさんっていうのはどの辺なのかなってことで、具体的に言うとゲームを難しくしてしまって歯応えがありすぎるとお話の邪魔になるし、かといってただ単に作業的に本当に退屈なものを入れてしまうとお話のただ邪魔の障害になってしまうし、そこのバランスっていうのが非常に難しくて、なんていうんですかね、お話を読む邪魔にならないで、かつちゃんとドラマの演出っていうんですかね、演出の一部としてゲームが機能するようなバランスっていうのをずっと考えてて、そこを開発会社のグランディングさんと一緒にずっと探りずっと答えを探していたというところで、そこは一番気をつけたところかもしれません。そうですね、本当にずっと手応えというか探りだったんで、今回媒体として2種類の媒体で出てて、一つがApple アーケードで主にスマホでプレイされる方が多いと思うんですけど、そういった画面をタッチとかスワイプとかで遊ぶユーザーさん向けのバランスであるのと、もう一個がコンソールの Nintendo Switch で主にコントローラーで遊ぶユーザーさんという、2つのもう全然なんていうんですか、環境が違うパターンで2種類の大きく分けて媒体が出るので、それぞれに合わせてチューニングしたって感じなんですけども、そうですね、もうある意味スマホでのやつはとにかく微妙な操作が難しいので、極力簡単だけど、ちょっと知恵を使ってなんていうんですかね、作業にならないようなバランスを目指し、今度逆にスイッチの方はもうちょっと歯応えを加えて
なんていうんですかね、ちょっとこうユーザーさんが挑戦しがいがあるバランスを目指したりとかっていう、それぞれのバランスを探ったってところで、そうですね、これはあくまでも自分の肌感覚ですけど、ギリギリちょうどいいバランスになったのかなと思ってて、あとは本当ユーザーさんの、声を聞いてみたいところですね。大体そういう質問だと僕いつもみんな好きですとかって言ってつまんない質問になっちゃうんで、今回はあえて誰かなって真剣に考えてみて、すごい迷ったんですけど、ずっと迷ってて、さっきのサイクルまでずっと迷っててで最終的に出た答えが、自分で今回ちょっとシナリオも一部書いてたりしてて、誰が一番書いてて面白かったかなっていうところでは、中高が面白かったなと思ってて、彼女ってものすごくその感情の起伏が激しくて正直なキャラクターで、なんていうんですかね、書いてて気持ちいいというか、みんな要するにいろんなことを考えてる中で、彼女だけが割と感情をストレートに出すので、そこでお話が転がったり面白くなったりとかして、中高は割と面白いなという感じで、好きというよりも、印象に残ってますね。面白かったところは、今回ゲームの舞台が小高の発案で90年代の日本を舞台にしてみようかっていうところからスタートしていったので、そのなんていうんですか、雰囲気というか、90年代流行ったものって何かなって言って、僕らちょうど90年代がまさに10代を過ごした時代だったので、彼らと割と結構リンクするんですけども、やっぱりそのカラムーチョだったりとかチェリオっていうのは割と流行っていたので、その空気感がすごい出たなと。今回12歳の男の子女の子がキャラクターたちなので、彼らが普通に日常生活の中で慣れ親しんだものが実名と、それそのもので出すことができて、すごく空気感で演出する上で役立ったなというのが面白かったところですね。苦労は、あんまり僕ら苦労はしてないんですけども、多分一番苦労されたのは開発のグランディングさんで、カラムーチョのパッケージをなんていうんですかね、画面に出すにあたって、ちゃんとカラムーチョとしては認識できなければいけないけど、でもあまり主張しすぎると画面になじまないしっていう、多分バランス苦労されたんじゃないかなとか、カラムーチョ食べた時の中古のポーズとか、一般にイメージするカラムーチョのおばあちゃんのイメージとかけ離れないようにするところとか、結構ご苦労されたんじゃないかなと思いましたね。そういうふうに表現する上で多分開発会社さんがすごく苦労されたような気がします。そうですね。あったのがもういつだっけな。もう20年以上前、そうですね、僕らが一番最初にゲーム会社に入ったの、今もうない株式会社キットっていう会社なんで、アドベンチャーゲームそこで作ってたんですけども、そこで1999年に作ってたゲームがインフィニティっていうゲームがあって、エヴァーセブンティーンの1個前のゲームなんですけども、それを一緒に作るのが出会いの始めて、本当20代前半ぐらいの時やって、たまたまその時、彼が本当にまだ入ってメモリーズオフっていうゲームを作った後2本目のゲームだったのかなっていうところでシナリオを担当していて、僕途中からディレクターとして入って、で彼と一緒に紹介されて組んだというところで、割とあれですね、第一印象すごい寡黙な人間だったので、何を考えてるのかなっていうところが最初分からずに、多分向こうも逆にこっちのことを探ってたと思うんですけども、そういうところで最初は腹の探り合いみたいなところから始まっていって、で一緒にゲーム作ってって、だんだんゲーム作りを通してってだんだんお互いを知っていったみたいな、そういう関係で、ずっと行って、でもその後キットの僕も彼も抜けた後、しばらくもう仕事としてはそんなにずっと一緒にはやってなくって、で、そうですね、本当に飲み友達みたいな形で関係は続いてたんですけども、ずっとも一緒にあって、で、そうですね、この東京ゲームス作る前に1本パンチラインというゲームでまた久しぶりに組んだ後、いろいろあって彼から東京を作るから一緒に来ないかっていうことで誘われて、今回一緒に参加してということになった流れで、このワールドエンドクラブにも参加したみたいな、そういう関係ですね。そうですね、まず彼らしい
仕掛けとか雰囲気とかっていうのはいつもながらこうちゃんとありつつ、今回やっぱ今回いつもと違うなと思ったのが、やっぱり登場人物を小学生にしたっていうのが、彼も僕自身もあと小高にとっても初めての試みで、そのキャラクターの年齢層をグググって下げたことによって、なんかまた違った味わいが今回出たなと。つまりもともとあったなんていうんですかね、お話の魅力だとか味わいに加えて全然違うこうなんていうんですかね、テイストが加わったことで、結構新しいシナリオというかストーリーに、その読み応えが出たなと思ってて、で、相変わらず彼のその仕掛けだとか謎だとか彼特有の独特のギャグとかあるんですけど、それがこの小学生にしたことでまた結構全然違う価格変化で、似たようなノリで喋ってても小学生が言うとこんなにこう、はい、許せるんだなとかなんか微笑ましいなって思える方があって、はい、とてもなんか僕はすごく実はこれぐらいの年齢層のシナリオなんだろうな、合うんだなっていうのを発見した感じですかね。はい、今回初めて本当に組ませてもらって、もともと福田さんは高田さんの高田の紹介で入って、その頃まだ東京の社員じゃなくて外部の方として紹介されて、で、ずっともうなんていうんですかね、もう弾丸論破もそうですし、もうずっと一緒に組んでやってきたっていうのは聞いてたので、すごく最初から信頼はしてたんですけど、どんな曲書くのかなっていうのは未知数で、そうですね、お話、僕の方からそのお話に沿ってこういう曲が必要なのでっていうリストを出して作ってもらったら、なんだろうな、思った以上にすごいこだわる方で、もう時間をかけて作るだけじゃなくて、最後の最後ギリギリまで、もうその音楽だけじゃなくて効果音もそうなんですけどチューニングをされる、こんななんだろう、こだわる方初めてだなっていうぐらいこだわる職人であり、クリエイターでありみたいな形で、やってて面白かったし、なんだろう、感動するような曲も作ってもらえたので、ものすごく良かったなと思ってます。そうね、結構なんか器用な方で、曲作るだけじゃなくてツールも使えて実装したり、実装したものをその調整したりとか、そういうとこまでできる、非常にちょっと僕あんま詳しくないんですけど、ここまでやる方っているんだなっていう、はい、びっくりしましたね。そうですね、発端が多分今ちょっとおっしゃいましたけど、ゲームごとよく映画とかはよくありますし、最近ゲームでもちょこちょこあるんだけど、そのゲームの世界観に沿ったスプラッシュにするっていうことを今後もずっとしたいっていう話を聞いて、このワールズエンドクラブではもう専用のものを作りたいと、どんなものになるかに関してちょっと考えてくれっていうところでオーダーが来て、で一つのアイデアとして、PLP なんか小道具として面白いんじゃないのってアイデアを聞いた上でそうですね、着手したんですけども、今回その作っていただいたのがこれ高田の紹介で、やばい名前が出てこない、なんだっけ、中村さんか、中村さんっていうデザイナーの方で、結構もう今有名な海外でもすごく定評のあるクリエイターの方をご紹介いただいて、でそうですね、今回の世界観とこの PLP を使ったら面白いんじゃないかっていう小高のアイディアがあるんでっていう話をして、そうですね、Zoom でミーティングしてやってもらったのが、今回一つ出てきたのがPLP を使ったスプラッシュロゴと、風船とPLP を使った、でなんかテーマが割と今回そのなんていうんですかね、可愛げがあるキャラクターを使いつつちょっとクールにやってみたら東京らしさとこのなんですかね、ワールズエンドクラブの世界観が表現できるんじゃないかっていうところでご提案いただいたのがあれでして、割とこう何パターンか作ってもらった中でそうですね、あれが一番素晴らしかったというか、かっこよかったんで、もう満場一致でこれにしましょうと。で、後でさっき言った札に音をつけてもらって今のスプラッシュロゴになったという感じですね。今回このワールズエンドクラブが東京入って初めての仕事であり、小高と一緒にやったのも初めてというところで、もともと弾丸論破はユーザーとして大好きなゲームだったんで、ものすごいリスペクトしてたんですけども、お仕事の場ではどんな感じなのかなっていうのを僕もドキドキしながらお仕事して、なんていうんですかね、良くも悪くもすごい瞬発力のある発想をしてきて、なんていうのかな、
割となんだろう、フラッシュアイデアがいつも面白いし的確だったりして、例えば僕だったり打ち越しだったりがここでシナリオの問題があってどうしようかなって悩んでると、フラッとやってきてこんなのどうみたいなアイデアを言ってきて、最初は何むちゃくちゃなこと適当なこと言ってんだっていう印象があるんですけど、でもよくよく考えると、いやでもそれってすごく実は問題解決になるなっていうのが後からじわじわ来たりとかして、なんだろうな、よく次から次へとなんだろう、こういろんな方向の発想ができるなっていうのを毎回こう感動してましたね。はい。もうシナリオだけじゃなくて演出とかデザイン面とかでもなんかこう割とフラッシュアイディアがポン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 その都度その都度出てきて、それでいつも助けられたりとか、逆にあと直接それアイディアが使えなくてもそれがなんか割と潤滑油のように発想のきっかけになったりとかして、そういうところはものすごいこう感動しましたし、今回も最初から最後まで割と頼りにしてましたね。はい、そういう意味で、本当にこうなんだろう、この作品のなんだろうな、独自の色というか、このワールズエンドクラブならではの色っていうのはやっぱ穂高の色なんだなっていうのがやっぱり、実感してます。特段困ることっていうか特になくて、もうなんだろうな、僕彼が書くシナリオに関しては本当になんだろう、全然不安視してないので、なんかクオリティ面で不安になることもないし、昔よりも書くの早くなったし、そうなんですね。昔よりも、よく遅いっていう人もいるけど、僕は昔よりも全然安定したペースで書くようになったなと思って、そこもだから全然実は昔よりも安心してるし、なんだろうな、安心して見てられるんだよなっていうそうですね。でも多分ですけど、今回なんだろう、日本を縦断して旅する話で、そこのなんだろうな、日本のいろんななんていうんですか、その名所とかシナリオに組み込んだりするのは苦労してたんじゃないかなとか、なんだろうな、お話の根幹に関わらないところでコメントしようがないな。そうですね、彼とも仕事組むの、本当に打ち越し以外とは全部初めてだったんですけど、ずっともともとっていうか小高のアシスタントとシナリオを一緒に組んでたってところで、そうですね、頼りになれる人間なんだろうなと思って一緒に今回やってて、でなんていうんですかね、第一印象はもともと打ち越しのシナリオって結構ギミックだとか設定が込み入ってたりとかして、あれなんですよね、最初にその理解したり、なんていうんですかね、その理解した上でお話を考えるっていうのって結構テクニカルな行為なんですよ。なんでよくその外部のシナリオライターさんにヘルプに入ってもらうとき、まずそこを理解するまでの説明にものすごい労力をかけて、で説明しても実はちょっと間違ってたりとかして、そこのなんていうんですかね、軌道修正とか、当たり前のように今まであったんで、最初はきっとなんだろうな、うまく理解するの難しいんだろうなと思ってたんですけど、意外とすんなりと大事ポイントを押さえて理解してて、あれなんだなって、これだけこう複雑で込み入った設定だけどちゃんとこうスッと入ってきてるんだなというところで、そう今までいろいろなシナリオライターと接してきましたけど、中でもそういう理解度があるシナリオライター、彼若いってところもあると思うんですけど、理解早いなというのが第一印象でしたね。あと手が早いですね。まだ若干その早いからこその弊害もあったりするんですけど、もうちょっとこう遂行した方がいいっていうところもあるんですけど、でもすごい早くて、だからこそすごいなんだろう、ベースのシナリオを書く上では頼りになるっていうか、まず書いてシナリオって結構書いてみないとわからないことってあるんですね。頭の中であれこれ考えても全然拉致が開かなかったりとか見えないところを書いてみるといろいろ問題とか解決策見えたりするんで、そういうところをバッとまず書いてくれるのはすごい頼りになるスタッフだと思ってます。そうですね、もともとやっぱり、僕弾丸論破も高田がってる地球防衛軍とかもめちゃめちゃ大好きなゲームで、もう本当純粋に一ファンな小高と同じように一ファンなんですけども、今回実作業としてはこのワールズエンドクラブにはタッチしてないんですけど、福田が曲を作る上でのテクニカルの部分でのアドバイスを結構してくれて、
主に僕らってリモートワークで作業してるんで、チャット上でコミュニケーションを取ってるんですね。こうしたいとかしたいとかいうところやってて、普通にオーダーして、福田が音楽上げてきて、僕の中では、方向性は OK だなと思ったところもふっと高田がやってきて、ここはこうした方がもっといいよみたいな技術的なところのアドバイスをしてきて、それでさらに良くなったりとかって、そういうところを何度も助けてもらって、やっぱりそこは経験値というか、やっぱすごいなと、思いましたね。さらにだから底上げしてくれたというか、小高と同じなんですけど、本当に上がってきた曲を多分ちょっと聞いただけで思ったことをパッて言うんですよね。じっくり考えるっていうよりは、そういうところのやっぱり経験と技術とセンスがやっぱり素晴らしい人だなと思いますね。感覚らしいんですけどね、頭の中でじっくり考えるっていうよりは、福田さんもそうなんですけど、実際のゲーム画面を見て、この画面にどういう曲が当てはまったら気持ちいいだろうなとか盛り上がるだろうなとか、そういう感性で作る方なので、そうですね、もうグランディングさんに対する第一印象はもう本当に最後の最後までむちゃくちゃ頑張ってくれて、やっぱりこれも本当グランディングさんもお仕事初めてだったので、期待と不安とっていうところでお仕事やっぱり最初は手探りで始まったんですけども、もう本当にこの企画っていうか、このなんですかね、ワールズエンドクラブっていうお話とかも最初にすごい気に入ってくださって、一緒にこれ面白いゲーム作りましょうっていう熱意がまずすごかったなっていうところと、あとある意味ゲームの遊びの部分っていうのも、これも言語化が難しい感覚的なところで、僕らからこういうふうに作ってくださいっていう指示できるものじゃないんですよね。こういうお話でここではこういう感情になって、ここではこういう気持ちにさせたいっていう、なんていうんですかね、なんとなくふわっとした温度感みたいなのがあるんですけど、それをグランディングさんの方で汲み取ってくれて、でそれを実際ゲームとして遊んで面白いものになんていうんですかね、形にしてっていう行為って、ものすごく職人技であり、すごくクリエイティブなところがあり、やってみないとわからないところがあって、それを本当にディスカッションとフィードバックを重ねながら一緒になって作ってきたんですけども、なんていうんですかね、ある意味途中段階でやっぱり結構どうしたらいいんだろうっていうところがあったりするわけなんですよね。ゲームバランスもそうですし、どうしてもここって単調だなとかって、そういうところがあったんですけど、グランディングさんすごいやっぱりなんていうんですかね、頑張りというか、最後の最後まで粘りがすごくて、後半ものすごく良くなるんですよね。僕らの中でここどうしたらいいんですかねっていう、そのふわっとしたフィードバックを、ちょっとここは違うんですよねっていうところをちゃんと的確に、じゃあこれどうですかって形で返してくれて、本当にゲーム後半では面白いし、バランスとかもいい感じに整えてくるし、そうですね、動作としても安定してくるしっていうところで、どんどんいいものになっていって、後半はもう本当に安心して見てお任せできるというところまで持っていってもらえて、とにかくそうですね、多分途方もない作業だったと思うんですけれども、本当の最後の最後まですごいいい仕事をやりきってくださったなという、もう本当にゲームが面白いところは全部グランディングさんのおかげっていう、ゲームだけじゃないですね、演出もそうですね。アドベンチャーパートの演出に関しても、僕らがもちろん求めてるなんていうんですかね、クオリティだとか方向性とか、こういう印象にしたいっていう、そういうのはあるんですけども、ものすごい頑張ってくれて、途中この作り方で最後までできるのかなっていう心配になっちゃうようなところもあったんですけど、最後までそれもやりきってくれて、ものすごいいい仕事してくださったなと思ってます。一つは一番最初にも言ったかもしれないですけど、お話を楽しみながらゲームとしてそのお話に参加できるっていう、ある意味お話のあるゲームとしては当たり前のようなこと聞こえるかもしれないですけど、意外とこういう作るのって難しくて、それが割といいバランスでできた、つまりお話を追いながら実際ゲーム体験も同時並行でできるっていうのが面白みの最大の特徴
だっていうのが一つと、あとお話の面で言うと、もうこれ企画段階から打ち越しもみんな心がけてたのが、とにかくどんでん返しをひたすらどんでん返しのあるお話にしてみようっていうところで、なんていうんですかね、とにかくどんどん短いスパンでこう新事実というか意外なことが起きて、なんだろうな、この先どうなっちゃうんだろう、これってどうなっちゃうんだろうっていうワクワク感が止まらないお話になってると思うんですね。これってあれですもんね、最初のデスゲームの場所って言っていいんですもんね。はい、なのでまあ言ってしまうと、もうここって普通にプロモーションのムービーとかで出てますけど、最初に12人の小学生がデスゲームをされるっていう段階で、まずマジ大丈夫かっていうハラハラ感があり、でもそのデスゲームをやっていくと突然デスゲームが中心になってるという前代未聞のことが起き、どうなっちゃうんだろうと思ってデスゲームをしていた海底遊園地から出ていくと、人がいない日本に放り出され、そこからひたすら小学生たちが東京を目指して旅をするという途方もない話が始まりという、そこだけ聞いててもわけのわからない、どうなっちゃうんだろうという、ワクワク感あふれるお話になってるんで、そうですね、さっき言ったようにそのゲームとしてのプレイ体験をやりながら、そういうワクワクする、ドキドキする、いろんなことが起きるドラマチックでジェットコースターのようなお話がずっと楽しめるものになってます。そうですね、今までも申し上げた通り、とにかくそのゲームをやりながらものすごくワクワクするお話が楽しめるので、ぜひそのお話が大好きで、かつちょっとゲームとしてもゲームをやるのも大好きって人に遊んでもらいたいっていうのが第一ですし、そうですね、ちょっと違った切り口からのコメントを言うと、僕とかもそうですし、一番大きくは小高とか打ち越しもそうですけど、これまでみんなが作ってきたゲームっていうのは割と登場人物もなんていうんですかね、狙ってるユーザーさんの層も年齢層高めのところを狙ってた作品がほとんどだった中で、今回は異例なほど登場人物の年齢層を下げて全く違った雰囲気の作品になっているので、言ってしまうと、これまで弾丸論破とかゼロエスケープとか遊んだ人たくさんいると思うんですけど、そういう面白さを残しつつ全然違う味わいのあるお話でありゲームになったと思うので、ぜひこういう作品もあるんだよというところで、新鮮な気持ちで遊んでほしいなと思ってます。ワールズエンドクラブ。